今回の動画、正直出すか迷いましたが、これも旅のリアルなのでお見せすることにしました。1週間も旅をしていると、まあこんな日もあるよねという風に見てもらえると嬉しいです。体調が良くないので終始空元気でお届けしてしまいます。それではスタート。おはようございます。朝7時です。コスタマヤ、メキシコに着いております。初めてのメキシコですごく楽しみにしてたんですが、昨日の夜から生理が始まりまして辛いです。夜中もお腹痛くて起きて、次朝6時にまたお腹痛くて寝て起きて、ちょっとさすがに薬飲もうと思って薬飲んで、生理始まってしまったか。メキシコの空気だ。もうみんな下船してるね。綺麗な海。うわー、初めてのメキシコだ。何も建物ないね。ジャングルだね。やっぱ行きたいな。頑張ろうかな。今日頑張ろうか。とりあえずフルーツだけ取りに来ました。このロイヤルカリビアンのね、いいところはね、緩いんだよ、ルールがね。さすがアメリカっていう感じなんだけどさ、日本船とかだったら絶対食べ物とか飲み物を部屋に持ってったりとか持ち歩いたらダメだと思うんだけど、結構ね、ロイヤルカリビアンは何でも OK です。みんなご飯をね、こんもりお皿に持って部屋に持って帰って部屋で食べたりしてます。11時までゆっくり休憩したので、そろそろ船を出たいと思います。だいぶ楽になりました。ギャングウェイ C。 はい、ありました。気持ちいい。でかいね、こうやって見るとね、上が見えないぐらい。そしてすごい天気が良くて暑くないですね。今気温が20度で湿度が 70% ということで、すごいね、気持ちがいいです。カーディガン着てちょうどいいぐらい。結構このポートの桟橋が長くて歩くの時間かかります。で、横に見える海がめっちゃ綺麗。青い。ミコノス島とかの海の色に近いかなっていう感じで、ここのポートはですね、大型客船がたくさん停泊できるようにポートが開発されていて、今日はね、我々の船 1隻しかないんですけど、普段もうちょっと 2,3 隻泊まる時とかもあって、すごい混み合うみたいです。で、もともと今日行くこのコスタマヤ港なんですけど、本来は何もないところでした。まあ実際船から見た通り緑しかないですよね。緑しかね。なんですけど、船の寄港地としてこのポートが開発されたことで、このポート自体が小さな村のようにねなっています。だからこのポートを楽しむだけでも結構十分1日楽しめちゃうらしくて、もちろんタクシーに乗ってちょっと離れたビーチとかに行くと静かだったりするんですけど、ちょっと私は今日はね、この開発されたコスタマヤポートを楽しむことにしようかなと思います。さあ、ゲートが見えました。コスタマヤに入っていきます。このターミナルがすごいみたいなんで、ちょっと楽しみですね。初メキシコ。はい、コスタマヤポートターミナルに入りました。中はね、もうヴィレッジのようになってますね。お買い物が楽しめるようになってます。お、早速伝統イベント、伝統行事は終わっちゃったところかな。ちょうどね、神様に雨を乞う儀式らしくてね、フライングマンとも言われているんですけど、男性が紐に吊るされてこうくるくる回るようなこの伝統行事なんですけど、ちょうど終わっちゃったみたいです。そしてここのコスタマヤ港ですが、皆さんが口を揃えて言うのはとにかく高いそうです。ここはクルーズのお客さんしか来ないポートだから、とにかくね、クルーズ客用の値付けになってます。だから全てが倍ぐらいの価格。例えばお水1本10ドルします。日本円で約1500円ですね。ちょっととんでもない、アメリカ人にとっても高い価格設定となっております。お買い物をするのはクレバーじゃないそうです。ちょっと離れたところに行くと地元価格になったりとかするので、このヴィレッジだけやっぱどうしてもね、クルーズ観光客価格になっているということですね。
ただお土産はですね、伝統工芸品とかもいっぱいあるので見てるとすごい楽しいです。あ、でもそうでもないのかな。お酒1杯6ドル9ドルだから、まあ、クルーズよりちょっと高いかなぐらいかな。全体のマップがありました。確かこっちがエントランスかな。こう入ってきて、今ね目の前にプールが見えたので、ちょうどビレッジの真ん中に来てるっていう感じだと思います。もっと端っこの方に行けば海の方に突き当たれるので、海じゃないか、こっちはジャングルか。ちょっとこうぐるっとね一周する感じしてみたいね。プールが出てきました。まあ、せっかく初めての本場のメキシコだからタコスとかを食べてもいいかな。鬼滅の刃がある。ダッコンタイタン、進撃の巨人、ナルト、ドラゴンボール。このミサンガみたいなのがいろんなところにあるけど、こういうのも伝統品なのかな。なんかポケモンが多いね。ちょっとすごいの見つけた。すごいのがいる。見て、フラミンゴ。なんかすごいフラミンゴ。わーお、なんだ元気だな。おー、すごい。何事。どうした落ち着きが似合いぞ。落ち着きが私みたいじゃないか。びっくりした。いきなりフラミンゴ出てきて。おう荒ぶってる。何。一人が一人をいじめたら集団になっていじめるみたいな。よくないよそういうの。で、生息地帯はね南米なんだって。あ、そうなんだ。フラメンコって南米に生息してるんだ。トロピカルなところに生息すると。フラメンコがコスタマヤの、アイドルというか定番。ここが一番人気スポットらしい。ここが中央だね、ビレッジの。あと今回私はコスタマヤも明日寄港するコズメルも何もツアーは申し込んでませんが、申し込むとこのようにイルカと触れ合うこともできます。おお、イルカに押してもらってる。楽しそう。おお、早いこれはもう端っこか。ここがタクシー乗り場なんだ。タクシーに乗ってどっか遠くに離れたい時はここまで来てタクシーに乗ってくんだね。あとツアーバスもあっちにあるから、ここがちょっと遠くに離れてゆっくりしたい人向けのところかな。だからここがビレッジの端っこだね。じゃあ戻るか。こんなもんか。コスタマヤ。はい、端っこにはもう一個プールとベンチがいっぱい並んでて、ここでリラックスできるようになってます。All over the world. Really? Yeah, they sell in USA, they sell in London, everywhere. Okay, so it's, say it again. DJI. DJI? Yeah, there's the logo. Oh, okay, cool, thanks. DJI 持ってるとみんながね、そのカメラ何ってね、珍しがるんだよね。結構アジアとかだと、中国の会社だからね、アジアとかだとよく売ってるんだけど、Thank you. 売ってるんだけど、ヨーロッパとかアメリカとかではまずやっぱ GoPro が主流だから、これ持ってるとね、みんながね、それ何みたいな感じで話しかけてくる。結構カメラはみんな気になるみたい。そうだね、タコスとかグアカモレ食べようかなと思ったんだけど、正直船に戻ったらさ、5分歩いて船に戻ったら無料で食べれるんだよね。しかもめちゃくちゃ美味しいやつ。テキーラミュージアムみたいなのがあって、本格的なテキーラを飲むっていうのはアクティビティとしては楽しいと思う。またカメラについて質問された。生理痛で薬も飲んでるからお酒は一切飲んじゃいけないので、テキーラなんてなめでもしたら大変なことになるんだけどね。お土産もね、うち結構こう気持ちがすごいときめいた国ではその現地のものを買ったりするんだけど、今んとこちょっと無なんだよね、感情がね。今回の寄港地2カ所、メキシコ2カ所停泊するんですけど、1カ所目がここのコスタマヤ。コスタマヤは位置的にはカンクンの下の方のユカタン半島側にあります。で、明日行くのがコズメルっていうカンクンの真下にある島ですね。ちっちゃな島。Sorry。そっちの方が、こっちはなかった。まさにカンクン寄りなので海も近くて、リゾート開発も多分そっちの方がされてると思うんですよね。カンクンから観光客が流れるから、そっちの方が実は楽しいんじゃないかなと思って期待してます。
コスタマヤに関してはこんな感じで、ターミナルがかなり開発されていて、小さな村みたいになっているよという、ビレッジになっているよという感じでした。そんなに長居はしないかも。なるべくほら観光した場所のさ、いいところをこう拾っていきたいんだけど、なんかないかな。エクスクルーシブ感はあるよね。だって船に乗ってじゃないとここ来れないからさ、豪華客船に乗船してるからこそここにコスタマヤ港にアクセスできるっていうエクスクルーシブ感はあるよ。だから一生に一度しか来ない、またクルーズに乗れば来れるけど、一生に何回も来るようなところではないから、そういう貴重さはあるよね。そんぐらいかな。あとはフラメンコが可愛かった。You need to stand on one leg. すごいね、客引きが。客引きは結構しつこいね。他の海外の YouTube をいろいろ見て事前に予習したんですが、結構ねぼったくりが多いらしくて、レストランでご飯食べた時に無駄なチャージがいっぱい載せられてたりするみたいです。例えばキッチンチャージっていう聞いたこともないようなチャージが載ってたりとか、ビーチチャージっていうのがまたさらに10ドル載せられたりとか、だからタコスを50ドル分食べても結局いろんな意味のわからないチャージが載せられて、最終的に80ドル払わされたりとかする話も聞いて、ぼったくりはえげつないらしいですね。でみんな知らないからさ、やっぱ豪華客船に乗って皆さんコスタマヤ大体初めて来る人ばっかりなので、知らずにここにはそういうビーチチャージとかキッチンチャージとかいろいろあるんだなと思って払っちゃうみたいなんですよ。払っちゃうかもね、私も知らなければ。このように YouTube で事前に予習してたので、そういうの見たら私は払わないようにしますけども、そういうことをやる村はちょっとね。メキシカンクランチクレープだって。せっかく島に降り立ったから何か買いたいんだけど、ほんとカリカリだ周りが。ちなみに薬局があるので、もしね薬とか買わなきゃいけない人はねここで買えます。せっかくなら何か買いたいんだが、これというものが今ないね。こういう帽子かでもこれハンドペイントだね。カラフルだね。メキシコって感じ。ほらハンドペイントだよこの帽子も。それはちょっと心動かされるかも。クラフトマンシップにね。船に戻ります。海はピカイチに綺麗だね。でもシュノーケル持ってきても泳げなかったかも。泳げるところないわ。泳いでいいならみんな多分泳いでるもんね。こんな綺麗な青い海を目の前にして泳がないわけがないもん。泳いじゃダメなんだろうな。だからみんな遠くのビーチまでタクシーに乗っていくんだろうね。よし、船でタコスを食べよう。それでは船に戻ります。船に戻る時もシーパスカートをピッとするだけで乗船できます。部屋帰ってきた。部屋綺麗になってる。今日のタオルアートはかわいい。なんだろう、クマさんかな癒されるなこの光景。よし、そしたらタコス食べに行きます。プールのあれが美味しいから。やってない。やってなかった。ここやってないのか。じゃあどこで食べようかな。結局ですね、ウィンジャマに来ましてご飯食べてます。で結構ウィンジャマ人がいて、向こうの方席全然空いてなかったんですよ。みんなねコスタマヤ行ってないみたい。みんな船に残ってる人が結構多いですね。でこれはねシェフに作ってもらったスパゲッティボロネーズです。結局船最高。もう船から降りたくない。ちょっとやっぱりやる気が出ないのでちょっと寝ます。ちょっとやっぱ生理1日目はダメだわ。体が動かないし眠気がすごい。I like every details of this ship, like the couch, table, the interior, decor. Everything is so perfect. You've been to other cruises? Oh yeah. Yeah? Lots. Lots?
My name is Gary. Oh, my name is Yuka. Yuka. Yeah. Hi, Gary. And, さあちょっと昼寝をしまして、さっきねご飯食べてる時に話しかけられたおじさんがねYouTube 始めたいということでちょっとアドバイスくれっていうことでちょっとそこでまた再会したんでソファーでお話ししましたけど、そのおかげでちょっと目が覚めたので元気なうちに、あと人がコスタマヤに出ててちょっと少ないうちに今のうちにこの船内ツアーの動画をね撮っちゃおうかなと思います。 Hello, can I please have ice latte? Small. ちなみに、ロイヤルカリビアンでは定期的にドレスコードが Thank you ドレスコードがあるんですが、今日コスタマヤに到着した今日のドレスコードはカリビアンです。ということで皆さん花柄プリントとか男性はアロハシャツみたいなのを着て過ごすのが今日のドレスコードとなっておりますので、私も今日は花柄プリントにしてみました。今日の動画はまあこんな感じかな。まあこういう旅行に限って生理とかぶったりするんですよね。これはまあ女性だったらあるあるやと思うんですけど、まあ、そんなリアルをお届けした動画になりました。アイコン・オブ・ザ・シーズの船内を紹介する動画撮ってみたんですけど、ちょっと撮れ高を確認したところ、やっぱりね本調子じゃない時の動画ってやっぱ客観的に見てテンションが若干低いんだよね。リアルな感情、例えば疲れてるなら疲れてるっていう風に出す部分も大事なんですけど、このアイコン・オブ・ザ・シーズの船内紹介に関してはもう自分が一番気分が絶好調の時に動画を撮った方がその船の楽しさとかね伝わると思うんで、ちょっとそこだけはね妥協したくないから、船の紹介動画に関してはちょっと今日のコンディションのテンションは良くない。船への愛が伝わりきらんので、ちょっと今日のはお蔵入りにします。で明日撮ります。ということで今日の Vlog はメキシコ初上陸コスタマヤ気候編でした。次回はコズメルです。最後にグッドボタンとチャンネル登録忘れずによろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。次回クルーズはメキシコのコズメル島へ。レンタカーで島一周の大冒険。バーで隣になった方がとても驚くことをしてくれました。その意外な行動とは。南の島をロードトリップしてみるのがずっと夢でした。感動的な体験の連続に間違いなく人生で思い出に残る旅になりました。それではまた次回、アディオース。